そこから抜け出して答えをつかむ、そして幸せをつかむって出ています。あなたに好意的な人がいる。愛を持ってきてくれる人がいる。それから感謝を持ってきてくれる人がいる。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろんリーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。では、獅子座の皆さんです。はい、このように出ました。今回からケルト十字でやってます。それからタロットカード、こちらになります。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。はい、動画では初めて使っていきますね。で、これ缶に入ってるんですね。そしてすごく小さいので、とっても扱いがいいです。で、画角に入りやすいので、いいなと思います。で、絵のタッチも、なんか手書き風みたいな感じですね。これから開けていきますが、ちょっと柔らかい優しい感じのタロットカードです。でも鋭いですけどね、伝えてくれてることは。では、開けていきましょう。はい、獅子座の皆さんね。はい、ソードのナイト。はい、3の逆位置。はい。なるほど。動き出してる感覚かな。はい、またソードだ。ソードが結構多いですね。そしてデビル。おお。それからこちらが、はい。いいですね。なんか面白いな、出方が。はい。またナイトだ。カップのナイト。いろいろ入り混じってる感じですね。エネルギーが入り混じってる。はい。動き出す感じはあるんですよね。動き出す感じがある。はい、ソードの2。ソードが多いですね。それから、はい、エンプレスの逆位置です。そして、
はい、ファイブレステスの逆位置。面白いな、面白いな。それからこちら。はい。さっきですね、撮影はしてなかったんですけど、このカードをシャッフルしてる時に1枚だけ飛んだカードと同じです。面白い。はい、このように出ております。はい、では見ていきましょう。獅子座の皆さんですね。流れがいいですよね。流れがいい。だけど今月というのは、過去、現在、未来っていう流れなんですが、ちょっと自分の思ってるのと違うかも。理想と違うかも。いつも通りと違うかも。それを伝えてくれてます。で、過去の位置にデビルの正位置が出てますね。デビル。これ大丈夫かな？ちょっと裸なんで隠しとこうかな。そう、裸を感知すると YouTube でちょっと規制がかかっちゃったりするので、ちょっと置いときます。逆にちょっと変ですけどね。はい。何か囚われていることがあったのかなというのを伝えてくれてます。何か囚われていること。囚われているものっていうのは人によってそれぞれだと思います。どうしてもこういうことやっちゃうんだよなとか、例えばお酒をやめたいけどやめれないとか、あの人と別れなきゃいけないんだけど別れらんないとかですね。それからいつも自分ってこういうパターンになっちゃうんだよっていうそのパターンを崩せなかったりとか、分かっちゃいるけどやめらんないっていうカードが出ています。そこからのこちら現在、はい、切れるんじゃないかなと思います。断ち切れるそのことを。やめたいと思ってやめれないこと、なんだかこう引っ張られてしまうことっていうのがあったとしたら、そこにメスが入るというか、感覚としてはなんかいつも通りじゃないなとか、思ってる通りじゃないなっていうことだったり、それからそのもの自体に興味がなくなっちゃう、そういった方が多そうですよ、今月。そしてこれっていうのは朗報なんですよ。興味がなくなっちゃったり、勢いがなくなっちゃったり、それから方向転換を余儀なくされたりっていうことがあったとしたら、それはとってもあなたにとっていいことです。この先のあなたにとってとても素晴らしいことにつながります。っていうのは近い未来に、こちら、勝利を表すカード。獅子座のあなた自身が有利な状況を表すカードが出てるんですね。ここに勝利のリースをつけて馬に乗ってるというですね。ただこの勝利は完全勝利ではなくてっていうところも今回ミソなんですが、何かっていうと、このカードね、全体的に伝えてくれていることは、この世の中の不条理というか、人生の不条理というか、人間の不安定さとか不可解さとか、そういったとこなんですよ。なんだかこの全体的なカードの出方を見ると、はっきりしたものとか、わかりやすい安定とかですね、しっかりした揺るがないものっていうのを欲しがってる感じがあるんですよね。そう。っていうのはちょいちょいこう不安になりがちっていうカードが出てます。これは3の逆位置だし、なんか不安に対しての不安がありそう。そして、もう一つですね、全体的なカードが伝えてくれているのが、こう移り変わりやすいっていうのが世界のデフォルトであるし、人間もそうですね、こう揺れやすい、変わりやすい、安定じゃなくて不安定になりやすいっていうのが人間のデフォルトだよって伝えてくれてます。で、そこをうまく自分で取り入れて、どうやって向かい合って生きていくかっていうことがなんだか問われてますね。絶対的な安定っていうのは存在しないし、はっきりした分かりやすいもうこれ絶対っていうのはないんだよって全体的なカードが伝えてくれてます。そこと向き合っていくことになるのかもしれないです。なので今月で、きちんと味わっていくというのかな。ちょっと意外なことが起こったとしても、それを受け止めて、っていうことはこういうことかっていうふうに気づきを得ていくだったりとか、自分のやり方、生き方っていうのを、いろんな角度から見てみるっていうことができるチャンスと言われてます。なんだかね、不安になりやすいというのが出ております。しかし、この漠然とした感じなんですよね。何に対して不安というよりは、なんとなく不安だったり。で、逆に
実態はないけれども、その不安になっちゃうのが嫌だ。安定していたいっていうところ、それも出てきそう。はっきり見えてほしいとか、はっきりしたいとか、そういった感じがあるんですよね。しかし、はっきりしないとか不安定っていうのは、この世のデフォルトとカードが伝えてくれてます。でもね、流れがすごいいいんですよ。今月、ちょっといつも通りにいかないとか、パターン崩されるっていうことがあったらとしたら、朗報なんです。獅子座のあなたにとってとてもそれって素晴らしいことなんですね。この後ですね、勝てるんですね。勝てるっていうのは人によって、受け止め方が違うと思うんですが、抜けられるんですね。長らく対応していた何か、漠然としたことっていう場合もあるかもしれないし、人によってはもうこれっていうことがあるかもしれない。なんか迷っていたことをどうしようかなと思っていたこと、そこから抜け出して答えをつかむ、そして幸せをつかむって出ています。はい。これはとってもいい流れだと思います。なので今月を生かしてほしいなって思います。で、今月は動き出します。ソードの4、逆位置っていうのが、これは自分の意識ですね。表面的な意識、奥底の意識という形で出しています。両方ともソードです。現状もソードが結構多いんですね。考えすぎっていうところもあるかもしれない。それから人間関係についてちょっとお悩みがあったりとか、コミュニケーション、人間関係、インターネットっていうことを表すのがソードでございます。ソードが結構出てますね。はい。しかしこれはね、とても逆位置の方がいいカードでございます。動き出す。はい。動き出す感覚がありそう。囚われていること、そこから離れるから、囚われていたことを話すから動き出すって感じるのかもしれません。そして、こちらは深層心理だったり潜在意識だったり、気がついてないかもしれない奥底の自分の意識です。これソードの10ってきてますね。はい。ご自分でこのままだったらもうダメだっていうふうに分かっていたり、限界を感じていたり、何でしょうね。例えて言うと、もうこの場所終わってるとかね、ご自分のいる場所だったりとか、あるいは自分のやっていること、もしかしたらもうこれ終わりなんじゃないかなって分かっていたりとか、それから考え方かもしれないですね。少し変えていかないとこれから対応できないなと思っていたりとか、ご自分でね全部分かってるんですね、獅子座さん。これがすごいなと思います。はい。もう次のフェーズに向かってるので、意識を変えて考え方を変えて、もう次のステージに行かなきゃいけないってことは分かってるんですね。もう第1章が終わって第2章始まってることを自分で気づいてる。だからこそこういった現実を引き起こしてるかなと思われます。これとってもいいですよ。動き出す感覚があると思います。で、繰り返しますが、それが動き出す理由というのは、ご自分の奥底でもうその前のことは終わってるっていうふうに感じ取ってるからだと思います。勘がいい人だったら気づいてるかなと思います。でもいい方に向かってますね。晴れやかな方向に向かってます。だからこそ今月をスルーしないで自分に向き合うだったりとか、いろんなことを気づいていくチャンスを受け取るだとか、そういう方向に使っていただくととってもいいんじゃないかなと思います。はい。そしてこっちがあなた自身ですね。今月のこれとてもいいカードです。カップのナイト。カップですね。そうだな。そうですね。このカードっていうのは愛を受け取るカードなんですよ。あなたにいいことがやってくるだったりとか、気持ちか、どっちかというと気持ちです。あなたに好意的な人がいる。愛を持ってきてくれる人がいる。それから感謝を持ってきてくれる人がいる。とっても恵まれているっていうふうに言ったらいいと思います。そういう状況に今月いることができる。とてもいい立場なんですね。受け取れる立場なんです。いろんな愛情、いろんな素敵なこと、それを受け取れる状態の
獅子座さんだよって伝えてくれてます。そしてね、ちょっと初めに言っちゃいますが、今月の対策で出したカードも、これ受け取りベタのカードの逆位置なんで、受け取れなかったものが受け取れるっていうカードなんですね。受け取るといいよっていうカードなんです。これがすごいね、この連動がいいなと思うのですが、獅子座のあなたに素敵なものがやっぱりもたらされるんですよ。それは人の気持ちだったり、好意だったり、愛情だったり、感謝だったりするかもしれない。それを受け取っていくあなた自身がいらっしゃる。これいいですね。ここもカップだ。そうですね。なんか周りの人との関係は割と愛がありそう。愛がありそう。はい。で、周囲の状況が、これがカップの5の逆位置なので、これを好転する。周り環境良くなってきますよ。周り環境良くなってくる。愛がないなって思っていた人、思っていた、環境があるとしたら、やっぱり愛があったって思えたりとか、そう、優しさを感じられる今月かと思います。いいですね。なんか優しいな。優しい感覚がものすごいこの辺あります。状況を好転していきます。それから失ったものが返ってくる感覚だったりとか、やっぱりそんなに悪くないって思えたりとか、とにかく好転していくっていうところですね。環境、状況、周りの人、好転していく。それが今月だと伝えてくれてます。それから小さな希望を表すカードでもあるんですね。希望がないって思えた環境であっても希望が見えてくる。これめちゃくちゃいいですね。希望が見えてくるので、それをそのままストレートに受け取っていただけたらなと思います。希望とか愛とか、なんでしょう、キラキラした素敵なもの、それが見えてくる。で、それを受け取れる獅子座のあなたがいらっしゃるとカードが伝えてくれてます。それでこちらに行くと、ソードの2の逆位置ですね。そうそう、やっぱりね、なんだか心配、漠然とした心配不安っていうのがちょっとあるかなと思います。で、もっと言うと不安になりたくないっていう気持ち、はっきりしっかりしたいとか、安定、分かりやすい安定を手に入れたいという思いがあるのかなと思います。なので不安になりたくないっていう思いがすごいありますね。はい。だけど先ほど言ったように、もう我々世の中はなんていうかな、変わりやすいところにいるわけで、そういった時代にいるので、ずっと変わらないでいるだとか、それから不安とか、ね、そういったふわーっとしたもの、わからないもの、なんか見えない状況っていうのを完璧に解消するっていう技は出てこないんだと思うんですよね。なんでそういったところ、混沌としたこの状況とどうやって付き合っていくかっていうところが言われてるのかなと思います。このカードを見て。これは目隠しされていて、しかもこれ停止していて逆位置なんですね。なので、これは今月のあなたの心配とか不安とかを表すんですけれども、なんかね、やっぱり不安定だなっていうふうに思ったり、それからはっきりしないな、見えないなっていうところ、そこが気になっているよということを示してくれてます。しかしそこと付き合っていかなきゃいけないのは、我々みんなそうなのかもしれない。そことどうやって折り合いをつけていくかっていうところですね。はい。こんな感じです。そしてこれ最終結果に出しましたのが、エンプレス、女帝の逆位置と、両方とも女性ですね。これが女教皇の逆位置。面白いですね。両方両極端のカードが逆位置で出ています。はい。これ逆位置のところに意味がありますね。やっぱり今月というのは、こうあったものを今までのパターンかもしれないですね。自分のパターンを壊していくっていうことが一番言われていることだし、そういったエネルギーなんですよ。それはこのデビルに集約しますけど、本当は変わりたいと思っているけど変われないだったりとか、それからやめたいけどやめれない。もっとこうした方がいいなと思ってるけど、なんかずるずるやっちゃうんだよなっていうことだったり、そこと切り離す、そこから
抜け出すというところがポイントなので、そのためにはやっぱりシャッフルが入るんだと思います。シャッフルが入るというのは、何か興味がなくなっちゃったりとか、方向転換せざるを得なかったりとかですね、ご自分で自分のパターンを壊していくっていうのがすごく言われていることになります。そことつながりますが、これですね、エンプレス、これなんて言ったらいいかな、言葉にしたら。で、今月は無駄なことなど何にもないって気がつく。その言葉に集約されるかなと思います。これ面白いですね。この2つを翻訳すると、これをリーディングすると、無駄って思ってることが無駄じゃないよって伝えてくれてますね。今までのパターンを壊していくだったりとか、ちょっと違う要素が入ってくるので、違うエネルギーによって気づきがあったり、この先素晴らしい、ものをつかむための通過点なんですね。なのでちょっとパターン崩してくるんですよ。運命があなたのパターンを崩してくる。だから違う考え方を取り入れるだとか、食わず嫌いをやめてみるとか、これが対策なんですけど、いつもと違う考え方を受け入れるだとか、いつもと違う何か素敵なものに気づいてそれを取り入れるということが、ラッキーアクションとして出てるんですね。今月をよりよく過ごすためのこととして出てます。そことつながりますが、それからなんかやっぱり飽きちゃうだな。ここで言ったことと同じですが、何か飽きる、方向転換する、もうやめようかなって思うっていうことが出てきそう。それと同時に、いやいやダメダメ、やめちゃダメっていう風に、なる自分がちょっとせめぎ合いが起こりそうですね。やめちゃいなよっていう思いの自分と、いやダメダメ、ちゃんとやんなきゃいけないっていう自分と、そこのせめぎ合いが起こりそうです。はい、そのように今回はお読みします。そしてその答えを出すのは、ご自分自身なんですが、今月あなたがよりよく過ごすため、最高に過ごすためには、受け取る、愛情を受け取る、それからアイデアを受け取る、いつもと違うものを受け取る、食わず嫌いをやめてみる、そのように出ております。はい、そしてね、動き出す、だから行動してみるっていうこともラッキーアクションとしてお伝えをしたいと思います。何か行動してみる、取り入れてみる、こんな風に出ております。そうすると、なんか漠然としたもやっとした不安とかね、そんなものがなぜか消えていくという流れになるんですね。なんです。やめられなかったことをやめる、今までのパターンを崩すっていうことで、この先の素敵な未来が見えてくると、こちらにつながると伝えてくれてます。だから愛情をね、受け入れられるあなた自身なんですよ。これがとってもですね、ミソでございます。はい、人の愛情を受け取れる、そういった柔軟性を持っていたりとか、優しさを持っていたりとかね、優しくしてもらえそう、周りからも。そんな風に伝えたいと思います。希望が見えてくるし、だからこそちょっと自分から何かいい方向に変わっていくっていうものがありそうですね。それからこれちょっとね、言い忘れましたが、これ回復するっていう意味合いもあります。なんで、体調がいまいちだった方は回復するっていう感覚もあるかもしれないですね。免疫力っていう感覚もありますね。免疫力、このカードを見ると随分飛躍してますが、これソードの10の逆位置、もうね、良くなるしかないみたいなところなんですね。もう変えていかなきゃいけないとか、これではいけないという思いがあって、いけないというかもう終わりだなという感覚があって、だからこそこう動き出す、起き出すっていうところ、それがちょっと免疫力っていう感覚と似ております。なので回復するとか、体力面ではその体力上がってくる、力が上がってくる、体の力が上がってくる、そのように出ております。はい、おそらく志田さん、すごくね、素敵なものを今月掴むんじゃないかなと思います。はい、このように出ておりました。それでは次、オラクルカードを出していきますが、お仕事活動面、それから愛情面、最後にラストメッセージと3回カードを切っていきます。
それでは出していきます。お仕事活動面。それから愛情面です。そしてラストメッセージを出しておきます。もうこれですね。これって言われました。はい、では開けていきましょう。お仕事。はい。ザ・オラクルズギフト。お茶が出てます。紅茶でしょうか。なんかいい感じですね。やっぱ優しいな。優しい。そして、愛情面。はい。アメジスト。Trust your intention。なるほどです。なるほど。で、こちら、今月のラストメッセージは一番最後に開けましょう。はい。では、読んでいきます。お仕事活動面からですね。はい。ザ・オラクルズギフト。はい。オラクルの贈り物。はい。神がかった感じのフレーズですが、この絵はお茶というですね、なかなか面白いですね。これは今の選択が未来を作るって伝えてくれてることですね。なんか今がこの先を作るっていうのが今回すごく来てます。このカードのボトムもこちらでザ・ストーリーテラー、そうなんですね。自分で作っていく、自分で描いていく、自分でシナリオを作っていくみたいなことをすごく伝わります。それと先ほどタロットカードのリーディングでもそんなことを言ったと思いますが、今月の選択が素敵な未来を作っていく、そのことをまずね、そのままお仕事面でもお伝えをしたいと思います。なんでこれゆっくり行きましょう。ゆっくり行きましょう。お茶でも飲んで。そのままですが、そこにひらめきがあったりね、するんですね。気づきがあったり。なんか外からの要素、他の要素がこうひらめきという形でしょうかね、あるととっても今月開けてくるんですね。自分だけでは、自分の価値観だけでは打破できないものがあったりするです。それで、お茶飲んでゆっくりしている時にこう宇宙からひらめきが落ちてくるっていうようなイメージです。こんな感じで、なんかいいアイデアがないかなだとか、なんかこう落ちてくるもの、ひらめくもの、気づきないだろうかっていう、そういう形でアンテナを張ってると今月いいと思います。しかしそのピリピリするんじゃなくてリラックスしていきたいところです。そうすると今何か壁にぶつかっている方がいらっしゃるとしたら、ひらめきが落ちてくる、そんな風に伝えてくれてます。お茶でも飲んでゆっくり行きましょう。自分の人生は自分で描いていきます。それからね、解説書の方でね、確認したんですが、自分の能力を信頼してくださいっていうフレーズがありました。そのままお伝えします。自分の能力を信頼してください。はい、もともとね、すごく能力が高い方が多いと思うんですね。しかし、なんていうかな、さっきお伝えしたこととつながりますが、まだ気づいてないところもあると思うんですね。外からのなんか刺激でそれが気づくみたいなところが今回すごくありますよ。なんだか何かをキャッチしてそこが広がっていくような。そうですね。自分だけで考えていてもわからないことだったりとか、こう根詰めすぎていてわからないことっていう感じがあって、そうじゃなくてこう緩めて外からの何かを受け取って、とにかく受け取るっていうのがね、来てますね。そういえばタロットカードのリーディングでもそうでしたね。カップのナイトっていうカードが出てました。あなたに好意を持った人がやってくるだとか、あなたに感謝だとか愛をこう持ってきますよ。だから受け取ってっていうカードですが、そことすごく似ています。受け取る。この器も受け取るっていう、女性性のエネルギーですからね。はい、何か受け取れるものがありそうです。なんで、アンテナを張っておいていただきたいなと思います。リラックスして受け取るです。はい、そこから素晴らしいものがこの先につながりますとお伝えをしたいと思います。
それからお仕事を探していらっしゃる方も想定外にそれはあったりとかですね、緩ますと入ってくる感じがとてもあります。受け取るっていうことを意識されるといいかもしれないですね。今までと違った方法でそれはやってくるかも。そのようにお伝えをしたいと思います。それから余白を作るっていうのも受け取ります。余白を作る。あんまり頑張りすぎないだとか。余白を作ると余計やれたりとか頑張れたりとか。お茶の時間を大切にしてください。何かひらめきが落ちてくるかもしれません。はい、そのようにお伝えをします。そしたら愛情面、アメジスト、信頼の石ですね。直感、そうそう、これもそうだな。直感が冴えますよ。今回直感が冴える。あなたの中の何かが目覚める感じもすごくあります。目覚める感じ。なんで解放してあげてほしいですね。ちょっと目覚める方も多いかも。いろんな意味で。トラスト・ユア・インテンション。あなたの直感を信じましょうとフレーズがありますね。これは愛の石でもあるんですよね。愛と信頼の石でもあります。アメジスト。愛情面、追い風が吹いていそうですね。こちらでもお話ししたカップのナイト、聖地っていうのは愛の告白のカードでもあるんですね。白馬の王子様のカードです。そことすごいつながりますね。なんか誠実な愛情を受け取るという方も多いかもしれません。ただ愛情面なのでね、様々なパターンでご覧をくださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、それからね、ご家族愛でご覧くださっている方もいらっしゃると思います。愛情面、追い風が吹いていると思います。ぜひ受け取っていただけたらなと思います。なんか忙しくてとか心に余裕がなくて受け取れなかったものがあるとしたら、そういった愛情がこの時受け取れる、そのようにお伝えをします。それからね、希望が見えてくるとか、お伝えしましたね。なんかカップのイメージがすごくあります。そういえばこれもカップですが、そうそう、なんか受け取るんですね。直感を受け取るっていうのもあるし、人からの愛情を受け取る、好意を受け取るっていうのもありそう。あなたの直感を大事にされてください。すごい精神性の高い愛情、それも感じます。それからお相手を探しているという方に対してはですね、今月すごい直感されますから、直感で行ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。なんか直感ってすごく来てますね。それといつもと違うタイプを選んでみるとか、なんだかピンときた人というのがお相手だったりしそう。動き出すとか、それから今までのこと、何かを断ち切って次に行くっていうエネルギーが結構ありましたので、そことなかなかつながりますね。何か信じられる愛情をつかめる方も多いんじゃないでしょうか。そのように伝わります。はい、それでは最後行きましょうね。今月のラストメッセージです。はい。ブラックトルマリン。このカード他の星座さんでも出たんですよね。何だったかな。そう、プロテクト・ユア・エナジー。はい。自分のエネルギー守りましょうというカードです。境界線を引くというような感覚です。なんで、周りのこと、外側のガヤガヤしたことに影響されないでっていうカードです。ちゃんと境界線を引きましょうということです。プロテクト・ユア・エナジー。自分のエネルギーを守りましょう。なんで、良くないニュースだったりとか、なんでしょうね。例えば不安にさせることだったりとか、そこに影響されすぎないっていうことが今月大事ですと伝えてくれてます。自分のエネルギーを守る。さっき免疫力っていうお話をしましたが、なんだか本来の力が目覚めてくるっていう感じがとってもあるんですね。とってもあるんです。今まで押さえつけていたところ、そこがね、こう飛び出してくる感じがシーザさんすごくあるんですね。だから、そこ大事にしてほしいんですよね。エネルギーを守る。なんかもったいないところにエネルギーを使わない方がいいと思います。人に、なんだろうな、余計なことに、必要じゃないことにね、気を向けたりとか意識を向けたりとか、好きじゃない人に意識を向けたりとかね、そうではなくて自分が好きな人に意識を向けるだとか、自分が大事って思えることに自分の
エネルギー、リソースを使っていくっていうことですね。そうするのが今月とってもいいですと伝えてくれてます。受け取れる時ですからね、いろんなものがもしかしたら来るかもしれない。そうですね。いろんなものを受け取れる、いろんな人が来るというのがありそう。なんで、そういう時だからこそ、受け入れはするんだけど、素敵なものは受け入れるのだけれども、余計なものはシャットアウトするというですね、ちゃんと取捨選択をする。そして、自分の大事なエネルギーを守る。外側に影響されすぎないということですね。それで今月の獅子座の皆さんの幸せが守られると、そのように伝えてくれてます。魔除けの石ですね。すごい強いエネルギーの石です。なんかすごい守られてる感じもあります。守られてる。はい、このように出ておりました。何か受け取っていただければ幸いです。ちょっとマニアックなリーディングになったかもしれませんが、ご覧いただいた方々なら何か受け取ってくださったかなと思います。動画が、楽しかった、良かった、それからためになったという方は、チャンネル登録とグッドボタンで応援してください。そして、今月について何かアウトプットがあるとしたら、ぜひコメント欄でシェアしてみてください。はい。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。何回か見ていただけますと、また違ったメッセージがね、受け取れることもありますので、よかったら見てみてください。ではでは、ありがとうございました。